こんにちは、つんです。前回に引き続き、実家じまいの記録。今回はそれの後編になります。前回の動画にはね、本当にたくさんのいいねやコメントをいただきありがとうございました。すべてにお返事できていなくてごめんなさい。だけど全部ちゃんと目を通して興味深く読ませていただいています。まだね、前半見てないよっていう方は概要欄に載せておくので、ぜひご覧ください。そして今回は完全撤去までの記録です。当日の様子やかかった費用など、まるっとご紹介しますので、これから実家じまい控えてるっていう方の少しでも参考になれば嬉しいです。はい、そしてですね、前回の動画でご紹介した通り、父が亡くなった後、多少は片付けたんですけど、実家にはまだまだ物が残ったままでした。そして引っ越した母の生活がすっかり落ち着いた頃に、実家を処分してほしいと頼まれました。とはいえですね、私自身も実家には愛着があるし、手放す以外に何かいい方法はないものかと、とにかくね、いろいろ調べてみました。今はね、空き家の活用法もいろいろあるし、貸すとか住むとか、別の方法も模索したんですが、やっぱりね、建て替え資金とか今後の相続のことを考えると、いずれも現実的ではありませんでした。そして母とね、姉と相談した結果、やっぱり売却が一番いいだろうということになりました。で、売却に必要な書類まで捨ててしまうと困るので、片付けは一旦後回し。不動産屋さんを探して媒介契約をして販売をスタートするまで、だいたい1ヶ月ぐらいかかったかなと思います。売却関係の書類とか資料とかもね、こんなに増えました。はい、そして不動産屋さんとの契約が終わった後に片付けを再開しました。まずはお仏壇です。このお仏壇は木工業を営んでいた祖父が作ったものです。綺麗じゃない？あ、この話ね。これ何でできてんの？木で向こうがやってるんだ。そう、組細工。処分するのはちょっと名残惜しいなとは思っていましたが、現実問題大きな仏壇はこの先置く場所がありません。母と姉と思い出話に花を咲かせつつ動画に残して、菩提寺さんにお少年の木とお焚き上げをしてもらいました。はい、まだまだ実家は物だらけです。タンスの上は漏れなく物が積み上がっているし、久しぶりに開けた収納は悲惨なことになっていました。以前はね、まだマシだったはずなんですけど、やっぱり年を取ると片付けはしんどいみたいですね。もうこの時点から最終的にはプロにお任せしようと決めていましたが、少しでも量を減らしたいなと思いまして、今度はね、ブランド物でなくても幅広く買い取ってくれるっていうカイクルさんに出張買い取りを依頼しました。このカイクルさんはですね、前にテレビで紹介されているのを見てずっと気になっていたんです。そしたら本当にノーブランドのバッグとか食器類、何十年も前のタオルセットなど結構な量を持って行ってくれました。こういうね、金属類は鉄くず屋さんに買い取ってもらうらしくって、こんなに茶色くなった鍋も引き取りますと言ってくださいました。そして食器類もこんなにすごい量ですよね。まだまだありました。食器類は海外へ輸出すると言ってましたね。運び出した量に結構びっくりしました。でもこれ全部買ったんだよねと思うとちょっと複雑ですよね。はい、そして買取金額は全部で15,000円でした。今回はね、処分が目的だったのでプラスになっただけ御の字です。おかげで食器と鍋類は本当に綺麗になくなりました。リサイクルできた方が気持ち的にも楽なのでお願いしてよかったです。
そして実家じまいで最後まで処分に悩んだのは家族のアルバムでした。両親の学生時代から私たちの子供の頃の写真など、本当にね、家族の歴史が詰まったアルバムっていうのは処分を躊躇しました。だけど母はね、意外にも置く場所がないからと処分に前向きで、それよりもどうやって捨てたらいいのと処分方法を懸念していました。細かいことを気にしないんだったら単純に燃えるゴミに出せばいいだけですよね。気になる場合はシュレッダーにかけたり、溶解処理サービスを利用したり、お焚き上げっていう方法もあります。確かに母の言う通り、大量のアルバムは収納に困るよねということで、最後に家族でワイワイ眺めて、お気に入りの写真だけ母はスマホで撮影をして、私は数枚残して、あとは家具などと一緒に処分業者にお願いすることにしました。実家には大型の家具とかベッドとかエアコンなどもあるので、車と人手がないと自力の処分は困難です。うちはね、車もないし、私もペーパードライバーなので、不動産屋さんに処分業者を紹介してもらって、全撤去をお願いしました。ちなみに、家をね、不動産屋さんに直接買い取ってもらうっていう場合は、家の中の荷物もそのままで OK ということでした。だけどその分、買取価格は仲介よりも2割ぐらい安くなるようです。はい、ということで、いよいよ全撤去の作業当日です。我が家はスタッフ7人で2日間の日程でした。近隣のね、ゴミ処理場の営業時間内までに運ぶという関係で、作業時間は朝の9時から3時半までとのこと。下自転車2台あったじゃないですか。はい。あれどっちの電動の方を残しておいてほしいんです。はい。電動自転車1台だけ残して、他は全部捨てます。まずは家の中の荷物をざっと見て打ち合わせをされていました。そしてすぐに撤去作業がスタート。こういうね、専用のね、大きな袋に分別しながら、テキパキとすごいスピードで作業が進んでいきました。家の中はあっという間に資材だらけ。当日はね、私と夫の2人で立ち会ったんですが、私たちは何もやることがなく、ただ見守るだけです。紹介してくれた不動産屋さんは、立ち会わない方も結構おられますよと言っていました。私は片付ける様子を見ておきたかったので立ち会いました。すごいですね。お客さんはあれ写真とかってどうされますか？もういいです。そうはい。そして作業開始から2時間後、これね、スタッフさんの休憩時間に撮影したんですけど、たった2時間しか経ってないのにすごくないですか？すごい片付いてますよね。いや、このスピード感には結構驚きました。小さい家具はもちろんのことなんですけど、ここね、収納ラックがあったんですよ。大きなタンスまでなくなっていました。押し入れもね、当然空っぽです。ほんとプロの仕事すげえと思いましたね。で、お昼を挟むんですけど、どうぞお構いなくということで、ペットボトルのお茶とお水だけを差し入れて、私たちはね、パンクしてた自転車の修理に行きがてら、12時過ぎにお昼を食べに行くことにしました。はい、そして1時半ぐらいですかね、戻ってきたら、もうリビングもこの通り。作業開始からこの時でまだ4時間半しか経ってないんですけど、もう7割ぐらい終わってるんじゃないかなって思うほど、すっかり物がなくなっていました。ほんと、プロは頼もしいですね。
寝室ももうあとはマットレスだけですね。これはね、父が転んで穴開けちゃったとこが映ってますけど。で、1階ではスタッフさんが荷物を搬出中でした。もうすでに2トントラック数台で何往復かしている様子でした。そして少し時間を延長して、この日はできるところまで進めて、翌日は予定よりも早く終わるようにしても大丈夫ですかって聞かれたので了承しました。ということで、1日目は予定よりも30分遅く16時に終了。この調子なら朝から立ち会う必要はないかなと思って、鍵をお渡しして翌日は終わる頃に行くことにしました。はい、そして翌日ですね、お昼頃に行ったら、ちょうど作業が終わったところでした。家の中をスタッフさんと一通り最終チェック。はい、はい。大丈夫です。一応取れるんです。はい。はい。忘れない、ちょっと鍵だけ預かったんで、これおは返い、しします。はい、わかりました。こっちもちょっと床は一応雑巾で軽く拭いたので。ありがとうございます。あと、外に置いてた大きな脚立とか植木鉢とか、庭の不要品もすべて撤去してくれていました。これで終わりますんで。ありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございます。はい、ということで、ここからはビフォーアフターです。スタッフ7人で2日間。作業時間はトータル10時間。木造2階建ておよそ180平米の家の中が、見事に空っぽになりました。そしてですね、40年間で溜め込んだ荷物の量は、2トントラックで6台分。なんと総重量12トンもありました。皆さんも一番気になるであろう処分費用は全部で74万円かかりました。すごい金額だなぁと思いますよね。でもね、不動産屋さんに事前に見てもらった時には100万円かかってもおかしくないかもしれませんと言われていたし、自分たちではね、結構処分に困るスプレー缶とか洗剤類とかそういうのもまるっと全部お任せすることができたし、いずれにしても業者にお願いしなきゃいけないエアコンとか室外機、それもね全部で6台分あったんですけど、それの処理費用も含まれていると考えたら、私的には納得できる金額だなと思いました。母はね、思ってたより安かったと言ってましたね。もちろんね、事前に家の中の荷物量を見て見積もりをしていただいて、その時に提示された金額通りです。追加料金もありませんでした。何よりね、うちは車も人手もないので、12トンもの量の処分は到底無理です。処分業者さんがいてくれて本当に助かりました。で、売却中の家の内見が入った時に散らかってたら印象も良くないんじゃないかなと感じて、できるだけ早く家の中を空っぽにしておこうと思って依頼したんですけど、処分業者さんとこの日程のね、調整をしている間に買い手が見つかりました。そもそも築40年の木造住宅の価値は0円。取り壊すことが前提ということで、飼い主さんが家の中を見ることはなかったです。確かね、外装は補修したことがあったんですが、中は40年間壁紙さえ張り替えたことがないので、改めてじっくり見ると本当にボロボロです。今まで何度か壁紙の張り替えとかね、リフォームしたらって提案してたんですけど、面倒だからいいよと拒まれていました。私の記憶にある新築の頃は見る影もありません。これね、冷蔵庫の下が朽ちてました。これにはね、さすがの母もびっくりしてました。余談ですが、実家の壁にはですね、要所要所に掃除機のホースを差し込む口がついていて、
専用のホースを差し込むと吸引するっていうシステムでした。で、吸い込んだゴミは家の中を通って屋外のゴミ収集ボックスに溜まるんです。これご存知の方いますかね？友達に話してもね、誰も知らないって言うんですよ。40年前は多分最新の設備だったと思うんですけど、普及しなかったんですかね。はい、そんな感じで実家じまいがほぼ終了しました。やっぱりね、実家を手放すっていうのは寂しい気持ちにも当然なりますよね。ただ、いつかは誰かがやらなきゃいけないということで、今回無事に終えることができて肩の荷が下りました。ただ、それと同時に自分の老後についても深く考えさせられました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。